皆さんこんにちは。ニュージーランド在住ラッコノと申します。今回の動画ではニュージーランドに到着した1日目の様子をご紹介します。ワーキングホリデーは今回2回目の経験です。最初のワーホリは2017年オーストラリアに2年間滞在していました。シドニーではハンバーガーショップやカフェ、介護施設、タスマニアではストロベリーファームなどで働いたり、貴重な経験ができました。オーストラリアから日本に帰る直前、ニュージーランド旅行でいつかこの国に住まないと直感的に思い、今回戻ってきました。今から1年前の内容になります。今回は東京からオークランド、そして南島へ向かいました。出発までに準備したのは、飛行機チケットの他に4泊分のホテル予約、銀行口座の開設です。また、就活に必要な書類の準備にも苦戦しましたが、荷物に関しては出発前日まで悩んでいました。住む場所も仕事も決めていなかったので、自分で持ち運べるくらいと思い、30キロ分の荷物に何とか収めました。2回目のワーホリだったので、必要なもの、現地で買えるものは大体分かっていたんですが、やっぱり日本のものはいいので、ついつい詰め込んでしまいました。東京では外国人観光客が集まるホステルで過ごし、早速英語環境。数年ぶりにオーストラリア時代の友達にも会い、楽しい話ばかりではなく、苦労話をたくさん思い出し、身が引き締まりました。頑張るんだよ。はい。もう頑張ってるからね。気をつけてね。ありがとう。本当に助かったわ。オーストラリアの苦労話といえば、仕事が見つからず所持金が数千円になったり、家賃節約のためリビングルームに住んだり、農場で泣きながらイチゴを摘んだり、みんな慣れない環境で精神状態がギリギリになったりしていました。泣きながらイチゴを摘んだのは私の経験です。こうして友人に見送られ、成田空港に向かいました。知り合いもいない4年ぶりの海外ということですごく緊張していたんですが、出国手続き後、ニックという男性に出会いました。搭乗口に着き、ベンチに座ると、トイレに行きたいから荷物を見ててくれないと頼まれました。私もちゃっかり用を足すことができてラッキー。ニックは数週間の日本観光を終え、ニュージーランドに帰るとのこと。ジブリ美術館でゲットした顔なしの人形を嬉しそうに見せてくれました。この時、英語で顔なしはノーフェイスというのを覚えました。話をしていたら2時間なんてあっという間。搭乗時間です。座席にはすでにマオリ語、日常生活でもたまに使われる挨拶です。初めてニュージーランド航空を利用しましたが、ご飯も美味しく快適でした。東京からオークランドまでは10時間のフライト。ビザの話をすると、当初はこのワーホリを実現できるか分かりませんでした。というのも、ビザの申請は30歳まで。私が準備していた頃は、パンデミックによりビザの発給が停止されていました。再開を待つ間、31歳になり、申請ができなくなるかもしれない状況でした。しかし、誕生日の数ヶ月前に手続きが可能になり、なんとかビザを得ることができました。一度旅行したことのある国で戻ってくる決意もしていましたが、4年間でいろんなことがあったので、本当にやっと戻ってこれたと、実際にこの景色を見るとすごく感動しました。オークランドは初めてでしたが、匂いや音、雰囲気がオーストラリアのシドニーに似ているなと感じました。現地時間の朝8時ごろ到着。オークランド空港からシティまでのシャトルバスを考えていましたが、ニックのお姉さんに送ってもらえることになりました。入国手続きでは書類提示を求められることもあります。食品と薬を持ち込んでいたので、私にとっては一番緊張する場面でした。パンデミック後、スタッフが足りず、荷物検査などに時間がかかるという噂を聞いていましたが、思ったよりも早く1時間半ぐらいで入国できた記憶です。
待っている間、話し相手がいたのは心強かったです。I think you can get a working holiday visa. Yeah, you definitely will be able to. Yeah, You should do that. I want to get into like coaching. こんな会話をしているうちにシティのホステルに到着。ニックとお姉さんとお別れをし、早速荷物を預かってもらおうと受付に向かいました。3時からのチェックインのはずが10時に完了。4人部屋でシャワー・トイレ共有でしたが、すぐにシャワーを浴びることもできました。ホステル内を散策していると、韓国人とスペイン語を話す女の子とも出会いました。少し休んだ後、空港で買い逃した SIM カードを求め、街を散策。インターネットなしでは行きたかったお店になかなかたどり着けず、2、3人に道を尋ね、無事にゲットしました。現地で出会った別の友人とカフェで待ち合わせ、観光案内をしてもらいました。出発する前は、さあニュージーランドに着いたらどんな出会いがあるのだろうと思っていましたが、早速空港で出会ったのは驚きです。一人旅なのだから念のために用心しないと。ただ、思いもよらぬ出会いで助けられることもあるので、貴重な機会を無駄にしたくない気持ちもあります。実際、今回は毎日の出会いに助けられていたので、またこんな出会いを紹介できたらと思っています。オークランドでは1泊の滞在でしたが、ホステルで5人の日本人ワーホリ仲間と出会いました。みんな年齢も出身地もバラバラですが、同じ一人旅。ラウンジでガヤガヤ話していると、横で大爆笑している男性がいました。私たちの日本語のリアクションが面白かったようです。翌朝、数ヶ月前に予約していた銀行に向かい、口座開設の最終手続きを完了。ここでも私と同じようにワーホリで来ている南米出身のカップルや韓国人の女の子と出会いました。久しぶりの海外スーパーマーケットにウキウキし、お昼ご飯を食べて次の目的地へ向かいました。ずっと楽しみにしつつも、実はとっても不安だった初日。思いもしない出会いがたくさんありました。そういえば、ニックのお姉さんの車に荷物を積むとき、これあげると言われて歯磨き粉をもらいました。皆さんご視聴いただきありがとうございました。よければ評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。